今日なんですけれども、これはちょっと順番が前後していてまだ出していない動画なんですけれども、この糸を巻いた手裏剣、巻物を作った手裏剣のこの巻物が大きく傷むことがありました。ですのでちょっと応急処置を施してみたので、これがちゃんと治ってるのかどうか、これをテストして遊びたいと思います。それと先日、正確に言うとつい先ほどまでなんですけれども、また遠征をしていました。で今回も棒手裏剣にご縁のある方とたくさんお会いをして、たくさんの刺激をもらってきました。お世話になった方ありがとうございます。それで、そのうちちょっとお話もするんですけれども、私が普段ここでやっている打剣、この動画でやっている打剣が私の打剣の全部ではないので、ちょっとそのあたりもちょっとお話ししながら遊んでみようかなと思います。まずは修理をした巻物を修理をした手裏剣のテスト。大丈夫ですね。特に問題はなさそうです。大丈夫です。ちゃんと治ってます。それで、私の普段の打ち方なんですけれども、私はどちらかというと割とこうひょいと投げることを心がけてます。こんな投げ方を普段やってます。どっちかというとただ右手を動かして打っている、軽く投げている、こういう打ち方をすることが多いです。ただここにこの左手の動き、これをちゃんと加えることもあります。普段はね、本当にこうひょいっと打つ、これを目標にしてというと変ですけれどもね、ボールがあります。手裏剣と野球のピッチングは違うという人がいますが、私の考えではそれでも物を投げてることには違わないとちょっと思っていたりします。それでこの物を投げるとき、要はこうやって軽く投げてるのが普段の私の手裏剣のフォーム、ここでお見せしている手裏剣のフォームです。で野球をやっている方、ご存知の方は多いと思うんですけれども、意外とこの左手を使います。例えば武道の突きとかでもそうですよね。手を伸ばすだけ、右手でつくときに右手を伸ばすだけじゃなくて、多分こっち引きますよね。この左手の引きって私は手裏剣であんまり普段使ってません。これだけ。ただ野球でも、引くというかちょっとこう巻くような動きを、これだけで速度はだいぶ上がると言われてます。ピッチングの時ですけれどもね、こっちを引くんじゃなくてちょっとこう返して、これだけで速度は上がると、ボールの球速は上がると言われてます。一応そういった動きも取り入れてます。こちら側、左を引く、少し巻きつけるような、こういう動きももちろん威力が上がるんですよね。
ただ普段そこまでこう威力を求めるような打ち方もしていないのでやっていないんですけれども、ちゃんとしっかりと打てと言われた時にはこういった動きも取り入れてます。この突きでいうとあれなんでしょうかね、引く、右で押すのか左で引くのか、それを同時にやるか、そういった体の使い方、これは取り入れてます。体の使い方って言えば、例えばこういう体を右足で蹴って体を入れ替えるのではなくて、その場で体を入れ替える、こういう打ち方、これももちろん使います。だからこの時のやっぱりちょっと似てるんですけれども、この左のこういう動き、これはもちろん普段使います。ただあまりその映像でお見せする機会がなかったんですけれども、やはりね、こういう話で盛り上がってしまうんです。手裏剣がお好きな方とかとお会いをすると。なので普段こうやってひょいひょいっとこういうふうに打つのももちろん私の打ち方の一つ、これは間違いないです。なのでこういう左手の動きですね、これもちゃんと使ってはいます。これ意識するだけで、野球のピッチングだと、5キロ違うっていう、最大で5キロ伸びるって言われてますけれどもね、この体に巻きつけてというか引きつけてというか、これやると体の一体感が生まれるんですよね。これと一緒ですよね、やってることは。左で引いて右がこうパタンと体が倒れるような感じ。強く打とうと思った時に強く右手だけを振るのではなくて、やはりこういった体の動き、これは使います。何度も言うんですけれども、私そんなに筋肉があるタイプではないので、腕の筋肉だけで使ってたら大したスピードが出ないんですよね。威力も出ない。だから体中の筋肉って言うとおかしいな、体を使って打鍵するようには心がけてます。もちろん左でも一緒ですね、やってることは。少し引っかかりますね、ほんの少しですけれどもね。もう一つ必要かな、ちょっと巻物もう一工夫必要かもしれないですね。この巻物に関しては完全に好みなんですけれども、ちょっとだけ私の好みだとというわけで、今日は巻物を修理した手裏剣で遊んでみました。こういった手裏剣を打つ場合、物を投げる場合でも一緒なんですけれども、投げる方ばかりではなくて、その反対側、この場合だと左ですね、左半身左手、
こういったものも含めて体なので、やっぱり全部使ってあげた方が結果はいいし、威力であったりとかそういったものも乗ってくると思います。もしよかったら試してみてください。こんな形でいろいろと遊んでいますので、もし何か気になるようなことがありましたら気軽にコメント欄に書き込んでいただければと思います。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、ありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。